綾野西アワー。はい、皆さんまたまたこんばんは。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。はい。はい。前回上げさせていただいた動画、結構刺激的なサムネとタイトルにしたんですけれども、劇団ガチ勢に丸々された話、おかげさまですごい回っておりまして、回ってますね。ありがとうございます。たくさんの方にどうも見ていただいたようで、チャンネル登録者も増えましてね。一人ね。そう、2人。あ、2人増えました。お二人増えまして、ありがとうございますということで、でちょっと我々調子に乗ってですね、ミュージカルの話題今日もしてみようかなみたいな。なるほどね。はい。まずはその前に、私のミュージカル歴について軽くねお話ししたいんですけれども、私4歳の時に初めてミュージカルを親に連れて行ってもらってね。見ました、はい。でそれは劇団四季さんの「キャッツ」だったんですけれども、ものすごい衝撃を受けまして、はい、そうなんです。でもうそれ以降ですね、もうミュージカルの虜になってしまって、でもうほんと少女時代は可能な限りね、そんなお金もないですからしょっちゅうは行けないですけども、年に1本行けたらいいなみたいな感じで本当に楽しみにしていろんなミュージカル作品を見てきました。で20歳の時にですね、もう本当に幸運なことに、親のおかげでですね、アメリカのブロードウェイで初めて本場のミュージカルというのを見ました。すごい。でもうねそれでね本当雷に打たれるような衝撃を受けまして、で私それまでは全然日本で見てるミュージカルでもすごく満足してたんですけれども、やはり本場を見てしまうと、そのなんていうんですかね、もうエネルギー、パワー、そうでしょうね、躍動感、もうその声の圧とか大きさ、張りみたいなのもそうだし、魂がこもったね演技とか、あとはその舞台のそういう装置とか衣装のゴージャスさとか、あとね私ね一番素敵だなと思ったのは、演者さんご自身がとっても楽しんでやっておられる。なるほどね。でそういうのを見た時に、その自分のエンタメに対する価値観そのものがガラッと変わってしまったんですよ。そうなんです。でこれはやっぱりすごいものを見たなと思ったし、これを見に世界中の人が集まるっていうのはなるほど納得だというふうに20歳の頃、思いまして、でやっぱり一度それを経験してしまうとですね、自然となんですけれども、日本のミュージカル作品っていうのはどうしても触手が動かなくなってしまいまして生意気ですね、ごめんなさい。問題発言です。よくなかったですか？いいですか？ブロードウェイっていうのは本場ですから、いやそれ本場が一番に決まってますよ。いやそうですよ、やっぱり。だって日本の寿司料理あるじゃないですか。日本で食べるとすっごい美味しいです。でも寿司ブームで海外のね方でもいろんな寿司店っていうのはありますけれども、やっぱり海外で食べる寿司よりも断然日本で食べる寿司の方がうまいに決まってる。そりゃそうですよ。それは当たり前の話ですよね。そうです。やっぱり普段感激されるその習慣のない方も、せっかくニューヨーク来たんやったらブロードウェイのミュージカルぐらい見てこっかっていうようなモチベーションで見に行かれる方も非常に多いじゃないですか。そうでしょうね。そう。でも逆に例えばじゃあ東京来たからミュージカル見ていこうかっていう人はよっぽどミュージカル好きでない限りっていう気がするっていうかね、だからそういうものだと思うんですよ。やっぱりそれだけレベルの高いものを提供しているし、そういう場所だからこそレベルの高い人たちが集まって日々オーディションでね役を競い合ってるっていうそういう背景がありますから。ある人が言ってたのはね、ブロードウェイ本番に立てる人いますと。でもその後ろにはもう類々たる屍がおって、その屍の数が違う。要するにもうオーディションもうねすごいたくさんの人数からもうオーディションでこう勝ち上がってきた本当トップ中のトップの人がやっぱりブロードウェイでは舞台に立てるっていうことですよね。そういう数っていう面で見たってやっぱりブロードウェイが本場で非常にレベルが高いっていうのはね当たり前の話というかねなんですけども、私はちょっとそれでその20歳以降ですね日本では作品を見なくなりました。ところがこうしてニッシーと一緒にアイ&ニッシーの活動を始めた以上やっぱり自分たちの勉強も兼ねて、そうですね、やっぱり日本の国内の作品も見るべきだということで20年以上のブランクを空けて
最近また日本でもいくつかねミュージカル作品ね今まで見てきたんですけれども、でその20年間のブランクの中で私すごく変わったなと思うことがいくつかある中で一つすごく大きいのが一つございます。それが今回のトピック、スタンディングオベーションでございます。スタンディングオベーション。はい。私ねこの20年の間にめっちゃみんなスタンディングオベーションするようになったなって、日本の観客の方々っていうイメージも持ちました。それ本当にびっくりです。浦島太郎みたいな感じで、はい。その20年前のよく見てた頃はもう本当にスタンディングオベーションする人いませんでした。もうゼロです。ほんまに。だからそういう習慣そのものがなかったんですよ。まあ拍手してっていう。だってスタンディングオベーションってもともと海外のでしょ。そうですそうですそうです。海外発祥ですよね。で、実際じゃあブロードウェイではどうなのかというお話なんですけれども、私過去これまで3回ニューヨークに行ってるんですけれども、3回で行ってる間はもう毎日ミュージカル三昧ですよ。もうマチネのある日は1日2本見たりしてますけれども、その中で一応その経験上言わせていただくとスタンディングオベーションをする人の方が稀です。稀なんだね。そうです。だからこう広いね座席があって、最後のカーテンコールの時に立ち上がる方はポツ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 ぐらいな感じなんですよ。なるほどね。だからそれはやっぱり作品の絵の感動の度合いによってもちろん立つ人の数は多少変わるものの、でもやっぱり座ってる人の方が多いなっていう印象なんですよ。だからその中にあって立って拍手をするっていうのはよほどその方たちには響いたっていうことなんですよね。だから多分ステージ上にいる方にとってもあそこで立ってくれてる人、あそこで立ってくれてる人たちにはものすごく今回の舞台満足していただけたんだなっていうことがようよう伝わると思うんですけれども、だから演者にとってもこれだけの人がスタンディングオベーションしてくれるんだっていう一つの目安にはなりますよね。そうですそうですそうです。で私が今まで行った中ではですね、いわゆる総立ちもうどこもかしみんな立ってるみたいなことは一回も経験がありません。ニューヨークではね。だから私の感覚で言ったらですよ、あくまでみんな立つっていうのはもうほんまにね神みたいなレベルのもうパフォーマンスを見た時、もうこれは伝説級だとっていうような時ぐらいしか言ったら総立ちの状態にはならなくって、やっぱりすごく質のいいものをしてるけれども、それでもやっぱ立つっていうのはよっぽどだなというふうに感じるんですが、20年経って最近また日本で作品を見るようになったらほぼみんな立ってるっていう感じなんですよ。そう思いません？そうですね。いや私もねこのミュージカル経験というかミュージカルの感激はねそんなにね知ってこなかった人間なんです。初めて感激したのがねほにゃにゃらの怪人って言われるアナスタシアが先じゃなかったかな。アナスタシアね。アナスタシアは宝塚なんですけど、宝塚さんはちょっとごめんなさい例外ですこの話とは。基本的には。だって宝塚ではなかったよね。通常公演ではスタンディングオベーションしないみたいっていうかするタイミングがないんですよ。だからちょっと宝塚はちょっとすみません脇置いといてなんですけれども、そうごめんなさい。だからほにゃにゃの怪人って言ったらオペラ座の怪人ってわかりますわね。初めてぐらい2回目かミュージカルを見た時に。お客さんがほぼ全員スタンディングオベーションしてるのに、私は少しばかりの違和感を感じながらも、こういうもんやと、お祭り気分でわっしょいみたいな感じでね、わっしょいね。じゃあ自分も歌ってわーって拍手しようと思ってね、そういった空気に包まれながら、終えたかなっていうのがね。私はやっぱりそれを見てちょっと違和感というのはほんまに先ほども言いましたように、ブロードウェイではよっぽどもう立つ人にはよほどの理由があって立つんだと、もう本当に座ってはいられないみたいな、それぐらいのやっぱ衝動のようなものを感じるからなんですけれども、日本人のスタンディングオベーションの仕方っていうのはしかるべきタイミングが来た時に、みんな同時に横の人立ったからよいしょって立ってやってるっていう感じがちょっとあって、そうね。だから推しの方っていうのが多いのかな。ミュージカル。それももちろんあると思います。でもやっぱりこれは日本人特有だと思うんですけれども、隣の人立つからここで立たなあかんのかなと思って立って拍手してる人も中にはいるんではないかな。私も1回目はそうでしたからね。そうですかね。みんな立つんだ、じゃあ僕もっていう感じでね。でしょ。そうなんですよ。でなんかちょっと私は日本人独特のちょっと同調圧力的なものを感じたんですよ。で私はどうしてるかと言ったら立ちません。ごめんなさい立ちません。だってブロードウェイでも
立ったことないですから。で私はやっぱり自分にとっては、もうスタンディングオベーションもしすることがあるとするならば、もう今日みたいなパフォーマンスは、もうそうそう見れたもんではないと、もうこれは多分自分は死ぬまで覚えてるだろうなっていうぐらい、もう鳥肌がもうギャン立ちなんていうよりも鳥肌立ちまくって涙もブワー出て、ギャン泣きギャン立ちギャン泣きギャン立ち、そんな言葉あるんか知らんけど今なんとなくそんなこと言いました、っていうぐらいの、もう本当にこう魂を揺さぶるような、そんな感動を覚えた時初めて立つんだろうなと思ってて、その時のために私は置いてるんです、自分のスタンディングオベーションだから100点満点なのに、150点200点ね、そう自分の中でつけることができた、最高の舞台に関してはスタンディングオベーションしたいそう、私の中ではそれぐらい、とっておきのものにしてるんです。いやそうやろうねと思うけれどもね、なぜならばすでにものすごく高額なチケット代を払ってるんですよ。払って見に行ってるんですよ。だから私は言ってしまえば、拍手そのものも、言ったら2位だと思ってるんです。そうだってチケット代払って、でその対価としてパフォーマンスを見てるわけだから、そこで言ったらやり取りは成立してるっていうかいやすごくドライな話し方をすれば、けれどもやっぱりこの2時間ね、なんていうのかな、頑張ってパフォーマンスしていただきましたっていうことで、私は一応拍手はします。ただこの拍手っていうのは、やっぱりお客さんの演者の方に対する今日の公演の満足感を示すものだというふうに私は思っているので、感動の度合いで拍手のこの量は変わります。私は明確に変えてます。そうね、私もね、最後ミュージカル見たものは、これはもう内緒なんですけれども、これもう私の中ではもう最低の評価でしたね。なんか学芸会のこう延長かなっていうぐらい、そのぐらいのなんかもう興ざめするような中身でした。私はですから最後演者がこう来てカーテンコールですわね、一切の拍手も一切のスタンディングオベーションもしてません。そうよね。だから日誌はそういう意味では私よりも結構厳しい目を持ってるなっていうふうに思うんだけれども、私ねそれでいいと思うんですよ。だってチケット代もねすごい超高額ですよ。それなのにそれに見合うようなパフォーマンスをしてくれなかった、なんだこれは残念だと、もうちょっとねふつふつと怒りが湧くぐらいのっていうかね、感情で。なんで拍手しないといけないの、なんでスタンディングオベーションまでしないといけないのっていう感じで、私はもう腕組みしてねふんぞり返ってうっすとこうやってましたね。そうね、私もあんまりもうこういうことはできるクオリティだとは思いませんでした、けれどもこの方はやっぱりうまかったなとか思った方に対しては、その方が最初出てきはった時だけ軽く拍手はしました。でももうその後も長いずっと拍手だったし、その後ちょっと軽くね音楽が流れてダンスされたりしたんですよね、演者の方が。でその間も日本人こんな感じですよ。はい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 っていうやつね。あれはあんまりブロードウェイではない光景だし、私自身はそのミュージカル云々抜きにして、この「はいはいはい」っていうノリがあんまり好きじゃないんで子供の時からだからあれはもうちょっと参加しないんですけれども、あの時は私ももう本当にわずかに拍手を送った程度、日誌に関しては一回も拍手しない、私たちはもうじっと座ってたけど、周りの方みんな立ってましたね。だから私今までいろんなね舞台見てきました、オペラの舞台もね、アマチュアからプロまでいろいろ見てるんですよ、ね、だけど一回も拍手しなかったっていうの経験は一度しかないですね。その公演のやつだけですよね。いやチケット代考えてって感じなんですよね、本当にね。でカーテンコールなんかね演者がファーって出てくるじゃないですか、ドゥーっていうような感じでちょいちょいちょいとでしょ、僕たちの演技うまかったでしょ、最高だったでしょ、どうもどうも、違う、こちらの人にもどうも、こちらの人にもどうもどうも、全く違う。
違います。違います。で、私はそういう人がいてもいいと思います。っていうか、むしろそういう人が増えた方が舞台上の方にきちんとフィードバックとして伝わると思うので、だからお客様の満足度がこれは悪かったなっていうものに対しては気がつけてブラッシュアップする、そのね気づきを感じてもらえる機会だと思うので、私はやっぱりその見た時の満足度っていうのを拍手なりスタンディングオベーションで表すっていうのは、それはすごくいいことだなというふうに私自身は思います。だから私は拍手に関してもスタンディングオベーションに対しても、もう完全に自分の満足度を反映したことしかしないんだけれども、じゃあだからといって私がこうなんです、こういうもんなんですと、ブロードウェイではこういうもんなんです、だから皆さんこうしましょうっていうことが言いたいんではなくて、それは誤解なさらないでください。やっぱり推しの方が出てる舞台って、推しの人がもう同じ空間の舞台上にね、出てくるいうだけで多分興奮だと思うんですよ。まあそうでしょうね。そうだからもうその時にわーって拍手したくなるとか、それはわかります。気持ちはとっても理解ができるので、そうです。だからそういうモチベーションで劇場に足運ばれてる方は、どうぞそういう好きな時に拍手をしてね、で最後惜しみないスタンディングオベーションしてあげて、それは全然いいと思う。ただ多分中には先ほども言ったように、なんか隣の人が周りがみんな立つから立たなあかんねんやというふうに思って、スタンディングオベーションしてる方とかね、ずっとこう拍手してなあかんねやとかそういうもんじゃ私はないと思ってるので。そうですよね。そうです。だから私いつも言うんですけれども、それぞれの楽しみ方がありますので、前回の動画でもね、要するにガチファンの方がね、曲の冒頭でこないしてオペラグラスで見るっていうのは別にその楽しみ方全然それで OK なんですよ。全然 OK で他人に迷惑かけなければにらみつけさえしなければ何やってもいいと思ってるんですよ。いや本当ガチファンっていうのはね、ミュージカルに限らずいろんなジャンルでね、もうやっぱコアなファンっていうのはこれはもう経済が成り立つ要ですからね。そうです。商売が成り立つんですよ。その方々のやっぱりもう取り組みっていうかね、こう姿勢っていうのはすごく評価に値するのであって、ただ自分はそんなんではなければ自分なりのこう表現をしたらいいんじゃないかな。要するに拍手しなかったりスタンディングオベーションもしなかったりっていうので全然いいかなと思う。いやそう思います。だから初めて観劇行かれました。でなんか妙にね拍手も揃ってると。ね、演者が演技をしました。バー一斉に拍手する。バッと止まるよね、拍手がね。ああいうなんかタイミングであったりとか、で最後カーテンコールの時のスタンディングオベーションをして、で拍手をする。で1回2回から2回3回4回5回とね拍手して演者をこう舞台のね、カーテンコールこう延期させるっていうかね、連続させるっていうのを、それが正解ではないと思うんでね。これもう一つスタンディングオベーションと同じことなんですけれども、この20年間で変わったなと思うことのもう一つが、カーテンコールめっちゃ長いです。日本のミュージカルのカーテンコールめっちゃ長い。もうはけて毎回出てきてはけてもう何回やんねんってちょっとね正直思うんですよ。で私もともとちょっと混雑するところが苦手な性質なんで、もし自分たちの席が通路側だったらもう一回カーテンコールしてね、拍手送ったらもう帰りたいタイプなんですよ。申し訳ないけれども、だからなんかやめろって正直ひどいよね。そうなんですよ。だから例えばこれがコンサートとかだったら、すごいたくさん拍手来たらアンコールが聴けるとかね、そんなんがあるから、それでちょっとそれ聞きたくてやるっていうのは分かるんだけど、なんでミュージカルでこんなにやるんかなっていうのがちょっと私には不思議なんですけど、ブロードウェイすっごいあっさりしてますよ。でしょうね。一回出てきて「いやありがとうありがとう」ってやったら、もうそれでバーンって終わりで、もうさーっともう観客もですよ、さーっと帰っていくし、なんかもう普通にみんな普通の生活に帰っていくっていうのは思うんですよ。でもその感じが、そのカジュアルさが私はいいなって思うし、このカジュアルさが逆にすごくこのレベルの高さを生んでるのかなっていうか、なんかまた行きたかったら来るだけの話みたいなね、チケット代払ってくるだけの話っていうようなこのあっさり感ね。そうですね。人それぞれやっぱりそのね観劇に行く人の立場とかね、考え方とかモチベーションとかね、いろいろありますので、それは一概に言えませんから、初めて観劇されてちょっと異質に感じる雰囲気がもしあったとしたら、それは別に異質なんですよ。
もうそれで自分は拍手したくなければしなくてもいいし、スタンディングオベーションしたくなければしなくていい、みんながいててもさあ帰ろうってなもんで席を立ったって別にいいと思います。でそれも舞台の上の方がそれが見えてしまうんだったら見えてしまったら私はいいと思ってます。それがまあお客さんからの評価だというふうに受け取ってほしいなっていうふうに思うしっていう感じですよね。はい、そういうことが言いたかった。まあ私たちのミュージカルの楽しみ方をまあお話しさせていただきました。だから皆さんもし関西地域で特にミュージカルご覧になって最後のカーテンコールでみんなスタンディングオベーションしとんのにじーっと座っとるカップルおるなと思ったらアイ&ニッシーかもしれません。よく目を凝らしてみてください。私たちがいるかもしれません。私たちがいるかもしれません。よっぽどのことがない限り立ちません、私たちはね。はい、ということで、これもたくさん再生されたらいいな。チャンネル登録してね。なんかね、こうね、いろんなご意見もいただけたらなと思いますよね。あまりにひどい意見はね、ブロックします。ブロックします。そうですね。私たちの考えを述べてるだけでね、これが正しいよとかね、みんなこうしなさいって言ってるんじゃないのでね。そんな偉そうな上から目線でね、ものを言ってるわけではなくて、マナーというんですかね。作法っていうのはそれは強制されるものではないんじゃないかなというところのまあご提案でございましたね。あまり過度な手厳しいコメントはご遠慮願いますね。はい、そういうことです。はい、というわけで次回もご覧になってくださいね。よろしくお願いします。はい、愛でした。西でした。アイ&西でした。3人の召しはしません。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。